これでどうやって戦えばいいんだ。こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の大分サコが金沢まで行ってきたのだ。今年最後のアウェーだから最後まで見てね。東京から金沢まで北陸新幹線で移動するのだ。輝き号で移動するから2時間半の移動になるわよ。移動経路は知らんな。ゆきちゃんの頼りは麹味噌。ゆきちゃんって言われたからやってきたよ。なんだこの編集。私にもわからん。私の父親は富山がルーツです。どうも投稿者です。それじゃ移動中に今節の J2 リーグについて触れましょう。なんかコーラがあるのだ。そこは触れなくていいわよ。ペプシマンは呼んでないわよ。失礼。それでは J2 リーグの試合前の順位を確認するわよ。この試合を合わせて残り2試合なのだ。今年も長いシーズンが終わるわね。町田の J2 優勝が決まって金沢は21位以下が決まったのだ。特に2位争いには清水、岩田、ベルディの三つどもえになっているわ。何ですかこれ。パンです。パン。なんだこれ。大分もリーグ後半戦を苦戦しなければ自動昇格争いに絡めたのだ。ひどいよ。こんなのあんまりだよ。金沢駅に着いたのだ。試合の2時間前にはスタジアムに着きたいからバスロータリーに向かうわよ。翌日が仕事だからサッカー見て帰る日程になっているわよ。そもそも新幹線で東京から金沢を2時間半で移動できるのがすごいのよ。新潟なんか経由しないでトンネルで北陸にぶち抜いてほしかったのだ。それでも長野と新潟の県境にある飯山トンネルがあるおかげで東京から北陸の移動時間短縮に貢献しているわね。移動ついでにトリニータの話題に触れましょう。前節は秋田に勝ってプレーオフに望みをつないだのだ。数字上では大分がプレーオフに行ける可能性が失われたわけではないわ。とにかく金沢と群馬に連勝するのだ。ずんだもんみたいに前向きなのはいいけど前日の試合では甲府勝ちました。そして13対1ですか。13ですかこれ。ちょっとびっくりなスコアですね。そんなことがあるんですか。ただし大量得点で2連勝しても甲府と山形が連勝したらプレーオフの望みが絶たれるわよ。山形、甲府。この2チームのアウェーでの敗戦はボディーブローのように効いてしまっているわね。ひどいよ。こんなのあんまりだよ。同じネタを使うな定期。それでは話題を変えて前節の振り返りをしましょう。攻めて攻めまくったのだ。チャンスシーンやシュート数を見ると2得点は疑問符が残るけど次回の試合に弾みのつく試合だったと思うわ。大分の先制点では長澤選手の落としから鮎川選手が決めたのだ。このデザインされたボールは見事だったわね。これが栃木戦でもできていれば。前回のアウェー観戦記でも長澤選手と鮎川選手の併用について触れているけどこれこそ投稿者が見たかった得点パターンだったわね。鮎川選手が栃木戦でウイングをやらされたのはそうじゃないっていう気持ちでした。ほんとキレッキレだな。失点に関しては相手や味方が死角になってしまったけどお互いのコーチング次第では防げた失点でもあるわね。同じパターンの失点は見飽きたのだ。随分正直な感想ね。最終的には途中出場の松尾選手のシュートが秋田のハンドを誘って PK になったのだ。最後はキャプテンの梅崎選手が左隅に決めて決勝ゴールを決めたわね。スタジアムに着いたのだ。バスから降りていくと両側に出店が見えてくるわね。スタグル活動がはかどるのだ。スタグルは別のチャプターで扱うとしてここでは津永源金沢をテーマに話していきたいわ。金沢は21位以下が決定してしまったのだ。新スタジアムもできて楽しみではあったんだけどね。例のアウェーゴール裏のチケット倍率も高そうではあるのだ。社畜時代、大分が J3 に行ってもわずかな時間を見つけて応援していました。どうも投稿者です。大分が J3 から J2 に1年で復帰できたのは監督交代と若手の台頭だと思うわね。高松選手、ダニエル選手、山岸選手のベテラン
はいけないのだ。金沢も資金繰りが厳しいと思うけど、変に資金投入して1年で戻っても資金サイクルが厳しくなって J2 でも不安定な成績を残すと思うわ。お金の話は僕にはわからないけど、合格圏が決定した金沢サポーターの落ち着き払った姿勢は大事だと思うのだ。選手に対して当たらない姿勢は本当にリスペクトする場面でもあるわ。どうも投稿者です。めげずに自分の愛するクラブを応援してください。それじゃスタブルを食らうのだ。今年もパイカドンを食らうのだ。すっかり気に入ったわね。これはスタブルの中で一番うまいのだ。ラブライブの声優さんたちも宣伝していたのだ。急に話の展開を変えようとするな。レベルの高い合格点を超えるパイカドン、オールウェイズ出してくれるのだ。パイカドンを知らない人もいるから少しは説明しよう。食べるラー油がベースのご飯物に味玉、豚の軟骨焼き、そして極めつけはペースト状になったブラックポテトなのだ。僕のおすすめは野菜も混ぜながら食べると、ラー油ご飯と豚肉のこってりさが軽減されて一層美味しく食べられるのだ。選手たちが来たのだ。それじゃ今日の試合予想は 3-0 で大分が勝つのだ。今回は随分と強気ね。直近の試合では攻守の切り替えが上手にいっているから期待しているのだ。次に大分の注目選手は誰かしら。今回は渡辺選手に注目するのだ。直近では様々な起用法でも彼なりに工夫してこなしているわね。渡辺選手はパス、シュート、トラップなど攻撃の基本の木が備わっているから、大分の大量得点の鍵になる選手だと思うのだ。野村選手の怪我で抜けていてもドリブルで相手を引きつけたり、サイドチェンジなど視野が広いのも忘れてはならないわ。今日で大分はプレー最終試合、最後まで守るのだ。これでどうやって戦えばいいんだ。これがわからない。私にもわからん。これでプレーオフの可能性も消えて、今年の J1 昇格への挑戦が終わってしまったわ。無失点で勝てた試合だったのだ。攻撃はこの力に任せて、守備は相手の戦術に負けてしまったわね。これはあまり良くない兆候なのだ。スタッツを見ても何のための支配率で何のためのパス回しなのかを、選手はもちろんコーチ陣も考え直した方がいいと思うわ。下平サッカーの難しいところでもあるのだ。人柄や若手育成は認めるけど、修正力や怪我人の多さは厳しい評価になるわね。特に2失点に関しては対策できた失点でもあったわね。金沢にボールを奪われてプレスに行くのか、攻撃を遅らせるために距離を取るか、その部分が曖昧だったのだ。守備対応において選手補強云々よりも守備戦術に課題が残ったわね。最終節も今日みたいなサッカーは見たくないのだ。個人的見解だけど、最終節は若手や出場が少なかった選手を中心にスタメンを組んでくれた方が来年への引き継ぎという意味で理解は示せるわ。それじゃ家に帰るのだ。これで今年最後のアウェー観戦記が終わってしまったのだ。今年は200人以上の方がチャンネル登録をしてくれたわ。去年は1年で100人の登録者数だったから、今年は登録者数が倍増しているのだ。てか、この音楽は何なのだ。これは大分県民なら馴染みのある音楽ね。まさか